こんにちは、みえこです。今日はいつもよりたくさんの種類の布を使ってハウスのパターンを使ったカバンを作りましたのでご紹介しますね。全部ミシンで縫いましたよ。それでは最初にキルト綿をカットします。でね、鉛筆で線を描きます。この線を印にして縫いますよ。で、布は4センチと5センチ。それからこれ屋根に使う布です。最初にここの辺ですね、外側に1センチぐらい布が出るように針で留めてカットします。そして次がこれお家の中ね、縫います。縫い終わったらその都度布を切るときれいにできますよ。次に屋根を縫います。今度はね、空の部分ですね。これを縫います。これはね、5センチの幅ですよ。お家の中の赤いドットとこの布は5センチの幅の布です。で、このピンクの線の上を縫いたいので簡単に印をつけます。
今度縫うのはこのピンクの線のところですよ。あとは外側ね、これは4センチの幅ですよ。この押さえたところをきれいに縫うと仕上がりきれいですよ。なので印つけます。でキルト綿はミシンに2センチの印がついているので、ここに合わせて縫います。次は反対側も大切なところに印をつけてまた縫います。またキルト綿は2センチのラインですよ。はい、できました。これをプレスして縫い代をカットします。7ミリぐらいにね。18枚作りましたよ。でこれを前回の布の耳で作ったカバンと同じ仕立て方で作ります。ちょっと小さいバージョンです。裏と表作ってくださいね。そしたら裏布用意します。上と下に 2.5 センチずつ縫い代つけてくださいね。次にステッチします。
ステッチ終わったら余分な縫い代を切ります。次にポケット作りますね。そしたらカバンの中心に簡単に縫います。さあここから仕立てますよ。まずは入れ口をこのように折って縫います。そしたら2枚合わせて横と底と縫います。これはマチンなしで作りましたよ。そしたら底の部分の布の端を隠します。次に紐をつけます。前回の紐と同じ作り方ですよ。最後にこれ紐で横の布隠します。はい、できましたよ。これね、裏も表も使えますよ。そしてマチンなしですけど、ちょっとこのように
小さい町ができます。それで前回の作ったカバンと大きさを比べると、これ町があるのでちょっといっぱい入る感じですね。でパターン1個分横が小さい感じです。で紐の長さはほぼ一緒です。しまう時もこのように小さく畳んでしまいます。完成したので今日の動画もこれで終了です。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。